映画機動戦士ガンダムシードフリーダムが興行収入や観客動員数が歴代第1位を更新し続けている中、先日機動武闘伝 G ガンダム30周年ということで新作が発表されました。そんな中、先週から新宿ピカデリーで行われているシードフリーダム上映後のスタッフトークの場では、まさかのシードフリーダムからのさらに新作を匂わせる話がすでに出始めています。ということで、待ち遠しい新作情報てんこ盛りのガンダム界隈。公開が迫った作品もあれば、あの作品どこ行ったと感じる作品などいろいろ存在しますが、一体それらの企画はどうなっていて、いつ頃公開されるのでしょうか。今回はそんな新作ガンダム作品について現状をまとめて見ていきたいと思います。機動武闘伝 G ガンダム。今年2024年に30周年を迎えた G ガンダム。4月7日に公式のガンダムチャンネルで行われたスペシャル配信では、開発中と書かれた新キャラの画像が1枚公開され、新作が出ることが発表されました。この時はこの新キャラが何者なのか、そして時代背景がドモンや師匠たちが活躍した第13回ガンダムファイトなのか、それともその前日談なのか後日談なのか不明でした。また関智一氏も企画を知らされたばかりとのことだったので、どのような展開になるのかも不明でした。しかし4月22日には追加情報としてアニメーターの澤新平氏による30周年記念イラストが公開され、さらに今川康弘総監督による新企画下ろしストーリーが2024年夏に G ガンダム公式サイトで公開されるということが明かされました。私としては声優さん付きのアニメーションで決勝大会中の短編外伝ストーリーになるかと予想していたので、ちょっと意外でしたが、久しぶりの G ガンダムの新作ということで期待が隠せません。まだストーリーがどのような時間軸の物語なのかは不明ですが、ドモン、レイン、師匠、チボデー、サイサイシー、ジョルジュ、アルゴー、シュバルツ、アレンビーが写った1枚のイラストが公開されていて、このイラストの背景を見てみると、決勝大会のランタオ島の死闘の最後、師匠が亡くなったシーンの砂浜のようにも見えるので、決勝大会中の外伝ストーリーになると予想できそうです。また外伝シナリオはテレビシリーズ本編のサイドストーリーやその後の物語をシナリオノベルの形式で描かれるとされています。つまり新キャラが登場するサイドストーリーが完全新規で描かれつつ、その他にも過去に漫画で描かれた前日譚となる東方腐敗が習字クロスだった頃の話を描いた機動武闘外伝ガンダムファイトセブンスや、本編の次の第14回ガンダムファイトを描いた機動武闘伝 G ガンダム外伝ザ・ネクストジェネレーションといった外伝漫画の内容もシナリオが公開されると考えられそうです。外伝漫画は現在電子版も出ておらず、入手が非常に困難な状況にあったりするので、非常に楽しみなところです。なお新作はシナリオという形式ということが判明したので、アニメではなく文章としてのシナリオとイラストを掲載するという形になると思われます。直近だと SD ガンダムワールドヒーローズキラ鋼物語がイラスト付きシナリオとして公式サイトに掲載されているので、それに近い感じでしょうか。ちなみに澤新平氏といえば直近のガンダム作品だと水星の魔女で原画などを担当されていて、ガンダム以外も含めると多数のアニメ作品を手掛けておられる方なので、シナリオというのはただのノベル形式ではなくイラスト付きシナリオになると推察できそうです。この形式だと声優さんのボイス付きというのは難しそうな感じがしますが、例えば関さんが公式配信で何かアナウンスしてくださるとかになるのかもしれません。公開が今年の夏ということで、7月8月あたりを楽しみに待ちたいところです。シードフリーダムの次の新作。凄まじい人気を博しているシードフリーダム。新宿ピッカデリーでは一部の回の上映の後、福田監督をはじめとした関係者の方々のスタッフトークショーが行われています。そこでは4月18日のティーチイン上映会で行われた福田監督 Q&A の中で様々な疑問に対する答えが出ています。その中ではシンがジャスティスに乗ると決めたタイミングはいつなんでしょうかという質問に対して福田監督から今書いていますとのお話が。さらに中プロデューサーからは今後発表する機会があればそこで描写されている可能性があるということですのでご期待くださいとのお言葉がありました。この話から映画の前日譚を今執筆中ということがわかります。さらに
4月23日に行われたスタッフトークショーでは、福田監督からまだまだ続きます。皆さんが劇場に通っていただければ通っていただくほど次の展開に近づくんじゃないかなって思います。今とある作業を行っているので、それが形になるといいなと思っておりますとのお言葉があり、さらに最後には中プロデューサーから少ししたら公式サイトで何かしら発表があると思うとのこと。何の進行もなければ公式からそういった話が出てくることはないはずなので、すでに新作の準備が進んでいるものと考えられます。なお、シードフリーダムの小説下巻の後書きでは、映画の特典小説月光のワルキューレはフリーダム強奪事件の前日談であり、もしかしたらそちらも映像化されるかもしれないので、小説版本編でもあまりネタバレしないようにしています。というお話がありました。下巻が発売されたのが3月26日で、2月末時点での興行収入は約35億だったので、執筆されたのがいつ頃かわかりませんが、後書きを書かれている段階で、すでにフリーダム強奪事件の映像化が現実味を帯びていた可能性もありそうです。また、監督の話で、シンがジャスティスに乗るあたりの下りとされていることから、劇場版の前、コンパスが設立されて、ライジングフリーダムとイモータルジャスティスを受領するあたりの話ということで、こちらもフリーダム強奪事件とつながります。他には、スタッフトークショーの話の中で、今回の劇場版では、かなり多くのモビルスーツの CG が作られていて、せっかく作ったので有効活用したいという話もあったので、フリーダム強奪事件が映像化されるのであれば、モビルスーツの CG も流用できてコストを抑えられるので作りやすいというメリットもありそうです。ビデオオンデマンドなどでの短編ストーリー配信の形式になるのか、映画になるのかはまだ不明ですが、正式に発表される日が近いと思われます。鉄血のオルフェンズウルズハント。本作はもともとスマホアプリ機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G の中で遊べるスピンオフ作品です。アプリの方は2024年1月11日でサービス終了しましたが、その中で前半部分とも言える全12話が描かれました。ストーリーとしては、鉄血のオルフェンズアニメ本編の1期と2期の間にあたる時期の話で、オルガや三日月たちは火星が舞台でしたが、ウルズハントの舞台は火星との開拓競争に負けたとされる金星となっています。物語としては、金星にあるラドニッツァコロニーで生まれ育ったウィスタリオアファムが、古の時代に人類が失ったあるものを見つける宝探しレースウルズハントに優勝して賞金1000億メアリを獲得し、ラドニッツァコロニーを購入しようと志すというもので、12話までの話ではウルズハントレースを進めていく中で、レースのライバルたちと戦い、薬剤戦時の無人兵器であるモビルアーマーの謎やウィスタリオの登場機であるハシロドシとつながりがあると思われるガンダムマルコシアスの謎を解き明かしていくといった内容になっています。アプリ自体が終了してしまったので、4月11日には公式サイトが更新されており、12話までに登場したキャラクターと登場モビルスーツの一覧を見ることができるようになっています。なぜか戦ったモビルアーマーが一覧になく、ストーリーの方はゲームを当時プレイしていなければわからない状況なので、もしかしたら誰でも知ることができるように公式サイトで公開されるかもしれません。まだアニメ公開時期は不明で、どういった媒体で展開されるのかもわかりませんが、水星の魔女の時は発表されてちょうど1年後に放映が開始されているので、早ければ今年の夏くらいに続報が来て、2025年1月からスタートすることになる可能性もありそうです。復讐のレクイエム。宇宙世紀が舞台で、ジオン視点から描いた1年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスを当てた物語です。フル CG 作品なので、イグルーの令和版というイメージと言われることもあります。PV では、ジオンが独立戦争を始めてから11ヶ月後となっていることから、007911月か12月が舞台なので、ヨーロッパだとオデッサ戦線でジオンが敗北した後と思われます。オデッサはジオンにとって地球の重要拠点であり、007911月9日にオデッサ基地が陥落しているので、まさに滅びゆく者の物語になると考えられそうです。こちらはネットフリックスで2024年秋に独占配信ということが公開されているので、今年の10月か11月あたりに開始されると思われます。ハリウッド実写版ガンダム。昨年2023年3月にガンダムカンファレンスで公開されたマイルストーンでは、ビルドメタバースが2023年10月に公開され、その後に続く作品として
ガンダムシードフリーダムとハリウッド実写版ガンダムの2つが記載されていました。ただ、この時、シードフリーダムの話は言及されていたものの、実写版ガンダムについては触れられていませんでした。さらに、その後は、こちらの話が一切出てきていません。2021年11月9日にコンセプトアートが公開されて以降、今のところ続報がないことから、まだまだが先になると思われます。本作は実写版長編映画という位置づけで、ネットフリックスの新作ラインナップの中で紹介されていることから、復讐のレクイエムと同じく、ネットフリックスで展開されることになりそうです。機動戦士ガンダム、銀界の幻影。本作は、VR による映像作品とされています。PV によると、こちらも、宇宙世紀が舞台で0096を描いた物語とされています。宇宙世紀0096といえば、シャアとアムロの戦いの後で、ガンダムユニコーンあたりの世界になります。つまり、ネオジオンは、壊滅して、ジオン残党が各地に散らばっていた中、フルフロンタルという求心力でジオン残党が集まるかどうかといった世界です。PV の内容から、ガンダムデルタ回が出るのかという声も見られますが、PV のガンダムの胸部コックピットハッチを見てみると、デルタ回とは異なり、胸部左右の外装カバーが完全には閉じない形状をしているので、個人的には、胸部周りは、デルタ回ではなく、デルタガンダムの印象を受けます。最近、ガンプラの方では、5月3日にデルタガンダム2号機が再販されるので、本作の次の情報が出てくるタイミングも近そうな気がしていますが、いずれにしても、デルタ系列機の新型モビルスーツになりそうですが、皆様はどう思われますでしょうか。なお、本作は、ただの映像作品ではなく、メタ社の VR ヘッドセット、メタクエストで展開予定とされています。メタクエストは、ヘッドセットをかぶると、別の世界に入り込めるというものなので、宇宙空間での全天周囲モニタでの戦闘が体験できそうです。こちらは、開発中最新情報ムービーの中には、ちょっとバナージのようにもカミーユのようにも見える一般兵や、ジェガンに、ギラ動画の姿、そしてサラミス級が映っていて、さらに、奥の方には、アクシズラ式姿が見えます。そのため、ロンドベルの一員としてジオン残党と戦う物語なのかもしれません。公開時期は不明ですが、2023年11月20日に制作決定アナウンスが出ている作品なので、1年以上先として2025年以降の公開になりそうな感じもします。先行のハサウェイ、サン・オブ・ブライト&機動戦士ガンダムユニコーン2。先行のハサウェイは、第1部が2020年7月に公開予定でしたが、コロナの影響で複数回延期され、最終的に2021年6月に公開されました。そして、第2部に関しては、映画公開の3ヶ月後である2021年9月に、サン・オブ・ブライト、課題が発表されましたが、それ以降の続報はありません。現時点で判明しているのは、サンという言葉は、息子と太陽どちらとも捉えられるようにしていることや、第2部は、3部作の中で、最も原作小説と異なるストーリーであり、富野義行氏から、普通に、小説のままやったら持たないからやめろと忠告を受けていて、いろいろとプラスアルファをしている、ということが、尾形プロデューサーから語られています。今後のガンダム映像作品のロードマップが発表されるガンダムカンファレンスでは、2022年以降、先行のハサウェイ第2部の話が出ていないので、公開予定日も未だ不明です。原作では、第2部の舞台は、オーストラリア北部の町、オエンベリですが、現地取材は、コロナ以降で行ったことが明かされているので、おそらく制作は進行しているものの、現場で何かの問題によって遅れていると思われます。また、2018年に発表された UC NEXT100 という企画がありました。こちらは、第1弾が、機動戦士ガンダムナラティブ、第2弾が、先行のハサウェイ、第3弾が、機動戦士ガンダムユニコーン2とされていて、ガンダムナラティブは、2018年11月に公開、先行のハサウェイ第1部は、もともと2020年7月予定だったことから、2018年当時は、2年に1度のスパンで映画展開をする予定だったと思われます。しかし、結果的には、先行のハサウェイが遅れているからか、最近では、UC NEXT100 という言葉すら聞かなくなりました。ただ、映画としては、シードフリーダムが2024年に公開されたので、先行のハサウェイがその次に来るとすれば、早くて、今年の7月あたりに情報解禁の2025年初旬に映画公開、
その前に、ウルズハントや復讐のレクイエムが来て、ガンダム作品の間が開かないようにすることができれば、2025年春から夏あたりに公開といった感じでしょうか。昨年の秋にガンダムカンファレンスが実施された時点では、今年の春頃に次回行う予定とアナウンスされていましたが、今のところ何も情報が出てきていませんが、2024年6月にはガンダムネクストフューチャーロード風2025のが展開、そして2025年春に東京と大阪で大型イベントが実施予定とされているので、ハサウェイ第2部の情報解禁や映画公開もこの辺りに合わせてくるかもしれません。そして続いて機動戦士ガンダムユニコーン2についてです。こちらも続報は全くありません。UC ネクスト100の予定から2年スパンの映像展開ということで考えると、先行のハサウェイ第2部が2025年公開、先行のハサウェイ第3部が2027年公開、そしてその後なので、ガンダムユニコーン2は2029年頃の展開かなと予想できます。ただ、機動戦士ガンダムユニコーンを描かれた福井春俊氏は、2021年に尾形プロデューサーとの対談の時点で、違う宇宙に行っているも帰れなくなっているということが明かされており、おそらく全7章構成のヤマトヨトワにレベル3199にかかりっきりで、ガンダムユニコーン2を作る余裕がないということなのかもしれません。他に、直近だとガンダムエース2024年2月号では、福井氏がストーリーを手掛けておられる機動戦士ムーンガンダムに関するニュータイプの行方についてのインタビュー記事が掲載されていますが、そこではあくまでムーガンダムのストーリーに関しての話のみで、この先の展開については最後までお付き合いいただければと思いますということのみしか書かれていませんでした。ヤマトやムーンガンダムのことを考えると、少なくともムーンガンダム完結後に企画が始まるとかになるかもしれません。SD ガンダム。以前 SD ガンダムワールドヒーローズがアニメ展開されました。しかしその後外伝ものとして展開されたいわゆるナイトガンダムシリーズにあたるザ・レジェンド・オブ・ドラゴン・ナイトは公式ホームページでの漫画形式のみでした。また最新作としていわゆる武者ガンダムシリーズにあたるキラ鋼物語が展開されていますが、こちらはイラスト1枚と文章によるシナリオのみとなっています。個人的にはナイトガンダムや武者ガンダムといえば子供の頃ガンプラにハマるきっかけだったので好きなのですが、いまいち採算が合わないのかアニメ化が遠のいている印象を受けます。とはいえ過去には SD ガンダム三国伝が漫画とガンプラ主導だったはずが、好評で後からテレビアニメ化されたということもあったので、ぜひまたアニメで見れるのを願うばかりです。富野監督のガンダム作品。現在富野氏の新作として企画されているものとしては卑弥呼大和という名の作品がありますが、こちらはガンダムではないので、当面のところは富野氏のガンダム作品はなさそうです。ということで以上、新作ガンダム作品の現状まとめでした。遅れている作品もあるものの、すでに予定されている作品が多いので、今後の発表が気になる方も多いのではないでしょうか。ぜひ皆様が考える予想や作品への思いなどもコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、良ければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。